アフガニスタンで医師の中村哲さんが何者かに銃撃されて亡くなってから今日で2ヶ月が経ちました。読書家でもある中村さんは生前共に活動する人たちにいろんな本を勧めていました。でその一つが漫画カムイ伝です。しかしその理由についてはほとんど語ってきませんでした。中村さんの遺志を受け継ごうとカムイ伝を読み続ける人たちを取材しました。戦後漫画の金字塔カムイ伝。舞台は江戸時代。社会の抱えるさまざまな不条理や食うための果てなき戦いが執拗に描かれます。主人公は農家の下人庄助。知恵と団結によって武士や商人たちの搾取に挑みます。このカムイ伝をアフガニスタンの事務所に置き共に活動する人たちに勧めていたという中村さん。一体カムイ伝を通して何を伝えようとしていたのか。やり抜く決意と工夫が一番大事だというふうに我々に言われました。国際協力機構 JICA の技術者永田健二さんです。中村さんの活動に惹かれ6年前からアフガニスタンの灌漑事業を支援してきました。復興に携わる者にとってカムイ伝は必読書だと伝えられたといいます。多分10回以上は読んでると思うんですけどね。カムイ伝を読んでアフガンの今の状況を想像しろよっていうことだったんじゃないでしょうかね。大地主から生活もままならない人たちまで貧富の差が激しいアフガニスタン。さらに戦乱が続く社会状況を中村さんはカムイ伝で描かれる江戸時代に重ねていたといいます。カムイ伝の中に中村さんが唯一言及したシーンがあります。神殿開発のため堰を作ろうとした庄助。しかし雨で砂がたまり決壊してしまいます。打ちひしがれる庄助は大木にこう語りかけます。自然は巨大だと、そして無口だというようなことでどうやって堰を安定させるかっていうところを中野先生も悩まれたと思うんですけれども、庄助の姿はアフガニスタンの干ばつと戦い続けた中村さんそのものだったといいます。川の流れや地形を調べ上げた庄助は民衆たちと堰を完成させます。権力や自然の猛威に翻弄されながらも懸命に生きようとする人々、その姿を感じてほしかったのではないか。永田さんはそう振り返ります。ここで水門を開けるでしょう。で水が出てきてため池に水がたまるんですよ。中野先生が初めて水路に通水する時の水を見て非常に嬉しそうだったですよね。ここはまさしく重なりますね。カムイ伝が描いた過酷な世界をバネにして復興に取り組む人もいます。中村さんに頼まれ山田関の治水技術を現地に伝えた樋口隆さんもカムイ伝を読んできました。物語の終盤、民衆の支持を集めた庄助は一揆の首謀者として捕まり仲間にも見捨てられます。個人の努力では変革を起こせず民衆たちはあっけなく踏み潰されていきます。
しかし現実はそれでいいのか。中村さんはそう問いかけていたのではないか。この漫画に出てくる方たちも本当農民の方たちで、当時の江戸時代だから逃げ出せないでしょ、どんなに苦しかったって。じゃあこの人たち何十万人って飢え死にさせていいのかっていうのをよく言ってやったからですね。目の前にその人がいたらそれを捨ててですね、逃げれますかっていうのはよく言ってやったからですね。カムイ伝の結末とは異なり、かつて砂漠に覆われたアフガニスタンには緑がよみがえりました。中村さんが作った石は65万人の命を支えています。カムイ伝を読み解く永田さんのもとには、中村さんが亡くなる前日に関係者に送ったメールが残されていました。水利施設の工事は一匹の生き物ですと。だから評価を得たけれども、これから普及をしていくにあたって、自分たちの事業をしっかりと伝えていくっていうことが大事で、今が天王山だっていう言葉を中野先生が言われたんですね。社会におもねることなく人間とは何かを問い続けたカムイ伝。人間を信じた中村哲さんの意志を照らしています。漫画の感じ方というのは人それぞれだとは思いますけど、このカムイ伝というの、そうした現実が実際にあるんだよということを中村さんが教えてくれているような気はしますね。それとやっぱりどこまでもやっぱり民衆に寄り添っていく姿っていうのが多くの人たちの心をですね、今でも動かしているわけなんですけれども、その原点とどこかこのカムイ伝の物語というのが重なっていたのかもしれません。